はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では世界トップレベルの取引所 FTX の崩壊事件ということですね、解説をしていきたいと思います。今ですね、世界の大手取引所、仮想通貨取引所の FTX というところがですね、破産しかけてまして、それについてですね、大変話題をですね、呼んでいます。ツイッター上でもね、かなりの方がですね、発言の方されてます。で、今回ですね、それに対して、ウォールストリートジャーナルの方がですね、情報の方共有、詳細の方ですね、共有の方してくれましたので、僕の方でね、そちらの方を元にですね、解説をしていきたいと思います。で、まだ知らない方もいるかと思いますが、簡単に要約しますと、このようなことがね、今起こってます。世界トップレベルの取引所 FTX 崩壊ということで、要約としまして、まずですね、バイナンス CEO が FTX がね、発行する FTT トークンをすべて売却すると、発表したんですよ。で、それはなぜかというと、姉妹企業のアラメダというところで FTX のね、アラメダというとの財務状況を考慮してですね、そのような発言をされたとされています。で、その後ですね、その発言をもとに FTX からね、ステーブルコインとかイーサなどが引き出しがね、かなり加速してまして、で、それをね、今度ユーザーを守るためにバイナンスが FTX をもう買収するということで合意してたんですけども、その後ね、出金とかの遅延処理とか対応をしていて、で、その後にその今回の財務状況及びあと SEC と CFTC の調査介入が入ってして、それをもとにですね、バイナンスは正式に買収の方を断念しました。で、その後また今度米国の司法省もですね、FTX の調査を開始したということですね。これが今のね、問題となっておりまして、よくね、調べられてしまっている状態になります。で、ジェームスさんを共有してくれまして、このウォール・ストリート・ジャーナルズのね、記事になります。まずですね、証券取引委員会と連邦法務省はですね、暗号通貨プラットフォームが FTX が今週突然、破綻、崩壊したことを受けて調査を行っていると、この問題に詳しい関係者が述べましたと。で、2つの法執行機関の職員は水曜日に、密接な連絡を取り合っていたと、その人物は付け加えたと。法務省は今回ね、追加で、参加した法務省は詐欺などの刑事犯罪、を起訴して、推進に関しては民事投資家保護法を執行すると。で、当局者はですね、これらの資産の一部と FTX のレンディング商品ですね、貸付が、米国の法律では投資家に販売する前に SEC に登録するべきであった有価証券に該当する可能性があると考えていると、この人物は述べたと。で、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、米国労働市場協会、が水曜日に開催したイベントで、我々は巡回中の警官としてですね、仕事を続けると述べたと。このような取引所にとって、逃げ道は短くなってきていると言わざるを得ないということですね、発言をされたそうです。で、ゲンスラー氏は、FTX のような取引プラットフォームを同庁に登録して、従来の証券取引と同じ規制に従うように繰り返し要求してきたと。ゲイリー・ゲンスラーと代理人たちは FTX がこの要求に従わない場合、強制捜査に踏み切ると宣言していると。で、SEC はまたコインベースと、バイナンスに関しても調査していると、ウォール・ストリート・ジャーナルズに関して報じております。で、ゲイリー・ゲンサンさんは、共和党が任命した前任者の同様にですね、ほとんどの暗号トークンは証券の定義、すなわち第三者の努力に基づく利益を期待して、行われる投資に、合致すると述べていると。で、この指定には重要な要件があります。有価証券の発行者は財務状況や事業に関する定期的な情報開示を行わなければならない。取引所は取引データを公表して市場操作に対する強固な保護措置を維持することを求められる。仲介業者は、投資家の売買注文を、証券価格の良い取引所に誘導することが求められ、倒産した場合には、顧客の資産を自分たちの資産から分離して保管しなければならないと。で、しかし暗号取引所はこれらをすべて一つ屋根の下で処理するため、その結果利益相反するが生じるですね、利益相反が生じる可能性がありますと。で、米国の法律を遵守するためには、暗号プラットフォームは、仲介業者的な業務と取引所的な業務を分離しなければならないとゲンスラー氏は指摘しますと。で、そして仲介者はその多くが何百ものトークンを抱えていて、証券取引法に非適合であり、伝統的な社会政策に対しても非適合であるとゲイリー・ゲンサーさんは水曜日に述べたと。
で、そういった形がまずありまして、で、もう一枚共有の方をジェームズさんの方されてまして、ご参考までにということで、バイナンス FTX を救済するための取引から撤退、暗号取引所のこの決断により FTX は数十億ドルの資金不足に直面し、先行き不透明となるということでですね、題名の方を付けられて共有の方されてます。この方、CEO の方ですね、サム・バンクマン・フリードさんって方ですね、さらなる資金調達の交渉に入ると。で、暗号取引所 FTX の創設者兼 CEO がウォール・ストリート・ジャーナルズのライブで、同社の取引や賃貸、賃借対照表の活用に力を入れていることについて語りましたと。で、暗号取引所、バイナンスは水曜日に FTX に対する、救済提案を撤回して、最大80億ドルの資金不足に直面する著名な一流デジタル企業の将来が不透明なままになっていると、この問題に詳しい関係者は述べていますと。バイナンスは同社の、財務状況を見直した結果、買収を行わないと決定したというと。で、当初は FTX の顧客に流動性を提供できるように、バイナンスを、FTX の顧客に流動性を提供できるようにサポートできればと考えていたが、問題は我々のコントロールや能力を超えているとバイナンスは声明で述べたと。で、水曜日に行われた FTX の株主との電話会談では、創業者で最高責任者のサム・バンクマン・フリード氏は、ここ数日で寄せられた顧客の引き出し要求のために緊急資金が必要だと述べたと。この問題に詳しい関係者は述べていると。で、これらの要求がまたさらに衰弱した流動性危機に拍車をかけたと。FTX は出資者に対し不足分を補うために最大40億ドルの資金調達を希望していると語ったと、関係者は語ったと。で、また水曜日には証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長が1年以上にわたって暗号プラットフォームに対して同委員会への登録を公に促してきたんですが、今回厳重な警告を発したと。彼はまたより広い暗号市場を失敗するたびに貧弱になっていく積み重なったジェンガのブロックのように例えていますと。かつて FTX は苦境にある業界の中で輝くような成長を遂げられたと見られていましたが、その転落は、暗号通貨業界にも衝撃を与えましたと。わずか数ヶ月前、バンクマン・フリード氏は苦境にある暗号通貨金融機関を救済するために約10億ドルを拠出し、ワシントンにおける暗号の顔として広く考えられている積極的な活動的な論客でもあったと。今回バイナンスの撤退により FTX の運命は不透明になったと。 FTX の財務問題の理由と深刻度はまだ不明であると FTX はコメントを控えていると。で、バンクマン・フリード氏は水曜日に我々は当然ながらバイナンスの声明を目にしたばかりで、彼らは、我々ではなくメディアに最初にそれを伝え、以前は我々に知らせたりそれらの懸念を表明しなかったと書いていますと。で、バンクマン・フリード氏は次のステップに進み、顧客、従業員、投資家を守るためにできることを行っていると書いていますと。このような事態に陥ったこと、そして、その中で私が負った役割について深く申し上げますということですね。話されているようです。で、同社とバンクマン・フリード氏のほか、取引所に投資した有名機関も大きな損失をこれで被る可能性があると。昨年の9億ドルの資金調達に参加した投資家には、ソフトバンクグループコーポレーション、あとセコイアキャピタル、ヘッジファンドのサードポイント、技術系プライベートエクイティ企業のトーマプラボが含まれていますと。で、水曜日遅くに、投資家への手紙の中で、セコイアは、暗号会社の支払い能力リスクのために、そのファンドの一つが FTX に投資した1億5000万ドルを帳消しにすると言いましたと。このリスクの全体像と程度は現時点では不明ですと。我々の現在の理解に基づいて我々は投資を0ドルに下げていると。で、これは個人トレーダーも資金を失う可能性があると。FTX は公式テレグラムチャンネルのピン止めポストによって、取引所からの暗号通貨と法定通貨の両方の引き出しを停止していますと。で、ヨーロッパの暗号トレーダーであるミハイル・トリスキーさんっていう方は、彼はね、何度も現金を引き出そうとしたが無駄だったと。FTX のブランドと名前を知っていれば数日で潰れるとは思わなかっただろうとトゥルスキー氏は言っています。
で、FTX に関する、関連する損失は同社以外にも広がって、株式投資家は暗号通貨を保有している、あるいは暗号通貨の取引から手数料を得ている上場企業の株を投げ売りしたと。で、コインベースのグローバル、社の株価は、同社が顧客の引き出しに十分な資産を持ち、FTX への重大なエクスポージャーはないとツイッターで、最高責任者が保証したにもかかわらず 10% 近く下落したと。これエクスポージャーとは何かというと、投資家や金融機関、企業が保有する金融資産のうち、市場の変動価格リスクや特定のリスクにさらされている金額や残高と。だからコインベースか FTX に背負っているリスクはないとツイッターでね、保証したんだけど 10% 落っこっちゃったと。で、コインベースは850億ドルの評価を得た昨年の株式公開以来最低の水準で取引を終えた、水曜日の時価総額は100億ドルだったということですね。で、暗号の世界に最も近い米国の銀行であるシルバーゲージ、キャピタルコーポレーションの、株式は 12% 下落、今年に入ってから価値の約 75% を失って、ビジネスソフトウェアからの主にビットコインの購入保有手段に軸足を移した、マイクロストラテジー社の株価は 20% 下落で、ブローカーアプリのロビンフットマーケッツ、暗号以外の取引も提供しているんですけども、大株主の一人であるバンクマンフリード氏が、株を捨てなければならないのではという懸念から炎上して、14% 下落と、今週の損失は 30% となっていますということですね。ウォールストリートジャーナルの方がね、伝えられています。だからおそらくね FTX の方破綻してしまうんじゃないかなっていう懸念がね今、ツイッター上でね、かなり、叫ばれてます。ですのでちょっと今回だからその学びになったっていうのは、その大型取引所ですね、かなりの出来高の世界トップレベルの取引所っていうのも数日のうちにね破綻してしまうようなリスクっていうのはね、0% ではないっていうことですね、今回のことで。だから僕の方でフレアネットワークスとかも扱ってるんですけども、フレアネットワークスのエアドロップがね、36ヶ月に分かれてね取引所から配布されるんではなくて、ガバナンス提案を実行して、自己保管ウォレットの対象者にもね付与するっていう形の一つのね提案としての理由に、取引所がねその36ヶ月以内に破綻してしまう可能性もあるんではないかっていうことでね、以前、解説のされてました。だから今後ね、こういった大型取引所も破綻するリスクっていうのはあるので、まあ皆さんのね戦略に応じて、分散してね取引所で持つのか、またはねあるいは、ハードウェアウォレットを持つのか、あとは自己保管ウォレットを持つのかっていった形になるかと思います。まあ極論言ったらね、その例えば銀行はじゃあリスクはあるのかって、金庫はリスクがあるのかって、そこまで言っちゃう話になるかと思いますが、だからただねこういったリスクがあるっていうのはね頭の片隅には置いて資産をね、あなたの資産を守るためには置いておかなければいけないかなと思っております。今後またですね、進捗の方分かりましたら僕の方でね情報の共有のしていきたいと思います。で、今僕の方でねリップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、あとダップス関連ですね、すべて毎日情報の方を海外の方から精査してまとめて配信の方をしておりまして、できるだけ動画も毎日ですね配信できるようにまとめておりますので、よかったらまた次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね元記事の一番下スクロールしていただいてプレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にねお友達追加していただければと思います。あとはね今回の動画の内容でねちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。